天から地上へ向かう道を、上は高間ヶ原まで、下は芦原の中津国まで照らす神がいました。敵なのか味方なのか、問いかけた雨のうずめの御事に、その神は自分が道案内のために来たのだと答えます。今回は三つの宝を携えたニニニの御事が天から地上へ降りる物語です。古事記。今から1300年前、このままでは本当の歴史が失われてしまう。そう危ぶんだ人々が古くからの伝えを語り継ぎ書き残した日本最古の物語です。国譲りが終わると、天照大神と高荷の神は雨の主保耳の御事に告げました。芦原の中津国はすでに静まりました。以前に命じた通り、地上へ降りて治めなさい。けれども雨の主保耳の御事は地上へ向かう支度の間に子が生まれたと答えました。高荷の神の娘、万旗と弱吉氏姫の御事を母として生まれたのは、雨の穂は仮の御事とニニニの御事です。この子、ニニニの御事を私の代わりに向かわせたいと思います。その申し出が受け入れられ、ニニニの御事へ言葉が伝えられます。豊芦原の瑞穂の国は、あなたの治める国です。命じられた通り、地上へ向かいなさい。こうして、地上へ向かう者が、父から子へ変わりました。ニニニの御事が出発しようとしたとき、雨の八街に、まだ知らない神が立っていました。その神の光は、上は高間ヶ原を照らし、下は芦原の中津国まで届いています。天照大神と高木の神は、その正体を調べるよう伝えました。選ばれたのは、雨の岩戸でも神々の前に立った雨のうずめの御事でした。彼女は光る神へ近づき、まっすぐに問いかけます。天の神の御子が地上へ向かう。その道に立つあなたは、どなたですか？光る神はこう答えました。私は国津神の猿田御子の神です。天の神の子が地上へ来ると聞き、その前に立って迎え、道をご案内するために来ました。道を塞いでいたように見えた神は、先導するために待っていたのです。五柱の神がニニニの御事に従うことになりました。雨の小屋根の御事、太玉の御事、雨のうずめの御事、石こり止めの御事、玉の親の御事。かつて雨の岩戸を開くため、それぞれの力を尽くした者たちです。さらに、雨の岩戸で用いられた鏡と八坂の勾玉、そして草薙の剣が託されました。重い金の神、雨の田力尾の神、雨の岩戸分けの神も一向に加わります。そして鏡について、天照大神はこう伝えました。この鏡を、私の御霊として、私を拝むように大切に祀りなさい。ニニニの御事は、雨の岩倉を離れました。何層にも重なる雲を押し分け、通り道を勢いよく開きます。雨の浮橋から地上へ向かう光の道が伸びていきました。一行の先頭には、雨の押し日の御事と天津久米の御事が立ちました。二柱は石の雪を背負い、株土の太刀、強い弓と矢を携えて先頭を進みます。武器を身につけ、一行の道を守りながら導く姿です。一行は九時古岳へ着きました。その場所は、つくしのひむかと呼ばれます。そして、高千穂にあると語られます。現在のどの山なのかは、物語だけでは一つに決められません。ニニニの御事は、その土地を見渡し、こう言いました。ここは唐国へ向かい、笠佐の岬へと、まっすぐに続いています。朝日がまっすぐ差し、
夕日の光が照らす、とても良い土地です。ニニニの御事は、地中の岩まで届くほど太い柱を立てました。屋根には地木があり、天へ向かって高く伸びています。こうして宮殿を作り、高間ヶ原から来た一行は、地上に新たな居場所を定めたのです。ニニニの御事は雨のうずめの御事に伝えました。私たちを迎えてくれたサルタビコの狼を、正体を明らかにしたあなたが、故郷まで送りなさい。そして、その神の名を受け継いで、役目を務めなさい。雨のうずめの御事は、サルタビコの神を故郷へ送りました。そしてサルタビコの神の名を受けたことから、雨のうずめの御事につながる人々は、後世にサルメの君と呼ばれるようになったと、古事記は語ります。ところがサルタビコの神は、アザカの海で漁をしていたとき、平部外に手を挟まれ、そのまま海中へ沈みました。天と地上を照らし、道を先導した神に、思いがけない出来事が起こります。海底に沈んでいる時の名は、底毒御霊。海水が粒立って泡立つ時の名は、粒立つ御霊。水面に出た泡が開く時の名は、泡咲く御霊。同じサルタビコの民が、水の中で見せた三つの様子から、三つの御霊と呼ばれました。サルタビコの神を故郷へ送り届けた雨のうずめの御事は、海にいる大きな魚も小さな魚も集めました。あなたたちは、天の神の御子に仕えますか？魚たちは、揃って仕えると答えます。けれども、ナマコだけは返事をしませんでした。雨のうずめの御事は、ナマコへ言いました。この口は、返事をしない口ですか？そして小さな刀で、その口に切れ目を入れました。今もナマコの口が開いているのは、このためだと古事記は語ります。天孫降臨の物語は、海の生き物の姿の由来まで結びついているのです。地上へ来たニニニの御事は、やがてカササの岬で一人の美しい姫と出会います。次回は、この花の咲夜姫と岩永姫。花の姫と岩の姫が人が生きる長さを決める物語です。